皆さんごきげんよう、上川薫です。現在ウクライナにおいては今年に入っておそらく最も激しい激戦状態にあると言えるでしょう。というのもアメリカや EU からの軍事支援の決定に伴い先々においては軍事物資の補給が十分に行われるだろうという目算が立っています。しかしそうした決定と実際に物が届くまでの間には空白期間があります。その空白の時期というのが今まさに5月なのです。そしてそのような狭間の時期に大攻勢をかけているのがロシア軍です。以前から戦争研究所はこの5月攻勢に最も注意しなければならないとレポートを出していましたが、まさにその通りの状況になっています。そのためウクライナとそれを支援するアメリカ、そしてそのロシアとの関係が深い中国など関係各国の様々な動きが連動して起こっています。今回はそれぞれの国の動きを追っていきましょう。まずはアメリカのブリンケン国務長官がウクライナの首都キーウを訪れています。ブリンケン国務長官はウクライナへの継続的な支援を改めてゼレンスキー大統領に伝え、支援予算が議会で通った後に発表された軍事物資が今週本格的にウクライナ軍に引き渡されることを発表しています。そうした一部の弾薬が届くことによって戦果報告の動画にも変化が起こっています。これまでは陣地に近いところでのロシア軍戦車に対するドローン攻撃といったものが目立っていたわけですが、そうした陣地に近いところよりも遠いところでの通常砲弾とクラスター砲弾による迎撃戦闘が見られ、ロシア軍の攻撃部隊を撃破した、そういった動画なども公開されています。それを反映する形で、ウクライナ軍の戦果報告、倒したロシア兵の数が明らかに急増しました。5月13日の報告においては、1740人のロシア兵を死傷させたと報告し、翌日の5月14日においても、1400人のロシア兵を死傷させたと報告が上がっています。また戦車や装甲車などもそれぞれ2桁以上撃破したと報告されており、まだまだ全体としては弾薬不足の中でもかろうじて弾薬が間に合ったことが反映されているようです。そして制裁についても追加のものが発表されました。バイデン大統領、ロシアからの低濃縮ウラン輸入禁止法案に署名。ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアへの圧力を強めるため、アメリカのバイデン大統領は原子力発電所の燃料となる低濃縮のウランについてロシアからの輸入を禁止する法案に署名し、法律が成立しました。これはアメリカホワイトハウスが13日発表したもので、ロシアからの輸入を禁止するのは原子力発電所の燃料となる低濃縮ウランで、輸入禁止の措置は90日後に開始するとしています。ただ、エネルギー長官がアメリカ国内の原子炉の運転を維持するために利用可能な低濃縮ウランが不足すると判断した場合などは、禁輸措置の開始を2027年いっぱいまでは猶予できるとしています。アメリカはロシアによるウクライナ侵攻開始後のおととし、ロシア産の原油や天然ガスの輸入禁止を発表しました。しかし、ワシントンポストによりますと、低濃縮のウランはおよそ 20% ロシアからの輸入に依存し、国内の原子力発電所の稼働に影響する懸念があったことから、禁輸措置が遅れていました。アメリカはこれまでロシア国営の原子力企業ロスアトムに年間およそ1560億円を支払っていたということです。まず最初に戦場の様子についての話をしておきましょう。現在東部戦線、南部戦線の中で最も激しい戦いが起こっているのは東部戦線で、ロシア軍の攻勢軸としてはクピャンスクを目指す1軍、そしてバフムトやアウディウイカ方面での進軍を目指すロシア軍の動きがあります。これに加えて北部方面においてハルキウを目指す越境攻撃を行っています。ウクライナの情報総局のブダノフ中将は、ロシア軍のハルキウ州に対する攻撃なのですが、さらにこれを拡大攻撃する形で、もっと西側においてロシア軍の一軍がウクライナに越境攻撃を行う可能性があり、これに伴ってますますウクライナ軍は全戦域に対する戦闘状態に突入することから、弾薬の消費量も上がるし、予備戦力の枯渇もさらに危険な状態になると現在の情勢を分析しています。一方において北部側のロシア軍の動きなのですが、戦力としては十分なものとは言えません。ウクライナ側から出てきた情報によれば、ロシア軍は戦車や装甲車といった装甲戦力を前面に出すことはあまり見られず、歩兵による徒歩越境といったものが一番目立っているそうです。
ただしここで戦争研究所が指摘している問題があります。それはウクライナに供与された欧米製の兵器や弾薬類などについてはロシア本国領の攻撃に使わないようにという制限がかけられています。越境攻撃してくるロシア軍ですから、この出元の部分を叩きたいのにアメリカから供与された兵器などが使えないという非常に根本的な問題を抱えています。例えば歩兵が歩いて国境を越えてくるというのをウクライナ軍がドローンで観察し映像も公開しているのですが、そのような場面にこそアメリカから供与されたクラスター砲弾などは最も効果を発揮するでしょう。しかし実際のところは使われていないようなのです。わざわざウクライナ領内に入ったところでの戦闘が繰り返されるといった非常に効率の悪いこととなっています。ただ、そうした効率性の悪さといった問題を抱えながらも、ブリンケン国務長官がわざわざ首都キーウにやってきてゼレンスキー大統領と会談したぐらいですから、軍事物資の支援については、今週から本格的に引き渡しが行われるという話は、おそらくは本当なのでしょう。あとはこの物資の供給が前線に行き渡り、どれだけロシア軍を苦しめるかにかかっています。また、合わせて行われたアメリカの経済制裁なのですが、以前解説もしたのですが、ロシアの軍事経済を支えているのは、ロシアのエネルギー資源や鉱物資源、そして食料などの海外へと輸出できる産出物です。このうち天然ガスについては、パイプラインでヨーロッパに売っていたものが、もはやヨーロッパ各国が買ってくれる量が大幅に減少したことから、これまで気体だったものを液体にして液化天然ガスとして船に乗せて他の国に持っていかなければなりません。販売方法の大幅な変更に伴ってロシアの国有ガス会社ガスプロムは赤字転落しました。一方において昔も今も液体でタンカーで運んでいる石油については上限価格規制はかかっているものの、じゃあそれだったら販売数量を伸ばすといった形でロシアは石油からの収入は今も莫大に上げています。もう一つ手つかずだったのがウランです。今回の制裁はそうした手つかずのエネルギー資源だったウランに対する輸入を禁止しようというもので、アメリカのロシアからのウラン依存といったものを是正しようというわけです。合わせて行われるのが新しいウランの調達ルートの確立です。そのために関連企業に対する補助金などをつけて何とかしようとするわけですが、ちょっと時間がかかることから間に合わない場合のことも考えて、緊急時にはロシアからの調達も再開できるようにと手が加えられているわけです。一方のロシア側の方なのですが、プーチン大統領が対遊先として中国を選んでいます。現在のロシアにとって中国はまさに生命線となるような国で、欧米各国から直接輸入できなくても中国を経由して様々な物品などを手に入れていますし、またエネルギー資源を売りつける先として最も大口の顧客となっているのも中国です。まさにロシアにとって中国という国はなくてはならない国となっており、習近平国家主席との直接対談において少しでも両国の関係強化を図りたいのでしょう。ただこれもまた以前から私は解説しているのですが、中国にとって現在のようなロシアが苦しんで、そして中国に頼り切るという状態は外交関係上においても中国のより優位になる状態ですから、中国の国益にかなうような形でロシアを利用し続けるといった構図になるでしょう。例えば、もっともっとお金が欲しいというのであれば、欧米が規制をかけたように価格を下げてでも数量増やせばいいでしょうといった形で、さらにロシアに譲歩を迫るかもしれません。結果的に手に入れられるものが多くなるというのであれば、それでもプーチン大統領は OK をするでしょう。プーチン大統領にしてみれば、現在行われている5月攻勢において、たとえアメリカの軍事物資が目にあって進軍が阻まれたとしても、それを対して気にもしないでしょう。おそらく彼自身はロシア軍内部の人事刷新などを進めることによって長期的な戦争の準備を整えようとしています。ですから可能だったら進めれば進むほど良いけれども、たとえ進めなくったとしても戦争を継続するためにその準備の一環として中国との関係強化を図ろうとしているわけです。ただプーチン大統領自身の大きな見落としというのは、そうした無謀な作戦を続けることによって失われるロシア人の命は永遠に帰ってこないものであり、そしてそれによって失われた民間企業の活力といったものはより大きく日米欧各国との差を広げることとなります。結局のところロシアの未来を食い潰して自分自身の
大統領時代さえ良ければ良いという考え方は、ロシアの未来をより暗くするものだと私は思います。というわけで今回の動画では、ウクライナの戦場においては、ロシア軍の5月攻勢が行われています。アメリカの軍事物資支援がようやく一部届き始めたことによって、ロシア軍の犠牲者数が激増しています。しかし、プーチン大統領はおそらくそうした犠牲があろうとも、とにかく一歩でも前に出ればそれを評価し、そしてそのような攻勢を長期間行えることをできるよう、国内体制を強化、そして中国との関係強化に臨んでいます。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。このチャンネルでは、ここ最近はウクライナ情勢の話が多いわけですが、それは重要度の高い話題などを中心にしてお送りしているからで、政治、外交、軍事など様々な話題を世界だけではなく日本の話題も合わせてこれからも動画にしていきます。ぜひともチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。